ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイ Blow Your Cover オフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ今回の動画なんですけれども、いつものリアクション動画ではなく歌声分析動画です。これはね、先日公開したナンバーアイ GOAT のリアクション動画の時に質問しました。リアクション動画と歌声分析動画、どちらがいいかコメントでね教えてくださいっていう風な質問をしたんですけれども、その中で多かったのが歌声分析動画見てみたいっていう意見でした。でそれとはまた別にリアクション動画も歌声分析動画も両方見たいっていう意見があったり、リアクション動画を見てから歌声分析動画を見たい、様々な意見がございましたので、今回はリアクションをちょっと抑えて、その抑えた分歌声についての説明を長くっていう感じの動画の内容になっております。どこよりも丁寧に、そしてどこよりも細かくをテーマに今回の動画撮影しましたので、アイリーズの皆さん、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ今回はね、ナンバーアイの Blow Your Cover。コメントの方でね、R&B ですごく歌声が素敵な楽曲ですよっていう風に教えていただきました。今から聞くのが非常に楽しみです。今回歌声分析する動画まだ見ていない方はですね、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイ Blow Your Cover オフィシャルミュージックビデオ歌声分析していきたいと思います。さあでは歌声解説を始めていきたいと思うんですけど、歌い出しからですね流していきたいと思います。ですがこの動画の前半でね、3人のねとっても素敵なシーンがあります。約50秒ぐらいかな。もうついついね見入ってしまうような素敵なシーンですので、Blow Your Cover のミュージックビデオ初めて見るよって方はですね、ぜひ概要欄の URL から飛んで最初から見ることをおすすめします。とっても素敵なシーンでした。じゃあ歌声解説始めていきたいと思います。いきますよ。素敵な入りだね。おしゃれな曲。本当にね R&B なんだね。本当にねっていうのは信じてなかったわけではないんですけど、稲妻とゴートを聞いた後だとなんかすごく新鮮ですね。そういった意味での本当に R&B なんだっていう感想だったんですけど、すいません、これ別に悪気があって言ったわけじゃないんです。続きいきますよ。リズムはかっこいい。 Blow Your Cover。神宮寺さんの声すごく甘い声ですね。ここでね毎回多分説明してると思うんですけど、声の代表的な響かせるポイントが3つあります。胸腔共鳴と言われる肺の中、口腔共鳴と言われる口の中で、鼻腔共鳴と言われる鼻の中。主にこの3つのですね響きで声質っていうのが決まってきます。で今の声じゃあどういう風なバランスで出してるのかなっていうと、メインになってくるのは鼻ですね。ララ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 、こんな感じの歌声で、全体的にちょっとだけねため息のニュアンスを混ぜるような力の抜けた雰囲気が出てるかな。もう一回聞いてみましょう。ね、息の音が混ざってますよね。甘い月明かり遮ってみたいなふわっとしたね感じが出てます。この息の混ざった声をウィスパーボイスって呼びます。とても素敵な声ですね。続きいきますよ。そして歌う時に口をあまり開けていないような感じがしますね。耳元でおそらく囁いているような雰囲気を表現しようっていう考えのもと、このね歌い方だったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。多分そういうことだと思います。言葉がね全体的にちょっとだけねいい意味でぼやけてるっていうかね、
思わずこうやりたくなっちゃうみたいな雰囲気がとても素敵だなっていうふうに思います。続きいきますよ。ララ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 、この一番高い音のね、声の鳴りがすごく心地よかったですね。ここのポイントで鼻に入れる声の量を増やしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。タタタ、ここねちょっとねちりめんビブラートって言われる細かいビブラートが入ってましたね。続きいきますよ。もうしみるね、心にね。すごくいい声。途中でねエッジボイスって言われるみたいなこういうの入ってましたね。これ R&B では結構使われるテクニックで、フレーズにね切なさだったりを表現するときに使うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ただのとこだーみたいな感じで入ってましたよね。これはねここにある仮声帯って言われるところを使ってるんですよね。咳払いする時のこの音をだーみたいな感じで、その時に鼻にねこれも声入れると切なさを表現しやすくなってきます。次いきますよ。優しい声だね、平野さんね。平野さんの今の声はですね、口の中の口腔共鳴、こちらがメインになってるかな。で、口の中の空間をメインで使うことによって声に混ざってくる息の量を調節してるんじゃないかなというふうに思います。ラーみたいな。口意識すると息って声に混ざりやすいんですよね。多分ねそういうことなんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。ラララララララみたいなこんな感じの声質ですよね。で、顔の表情はミュージックビデオの通り無表情で歌っていたと思います。声っていうのは表情によってすごく左右されます。明るい表情で歌えば明るい声になるし、暗い表情で歌えば暗い声になります。なので無表情で歌えば感情がない歌声になるんですけど、それが逆にねここのシーンではめちゃくちゃ切ないっていう感じが出てますよね。いや素晴らしいですね。次いきますよ。で、今回後半なんですけど、後半は先ほどの口腔共鳴メインからちょっとだけね鼻に声を入れたようなニュアンスになってます。鼻に声を入れることによって声質に若干温かみが出てきたかなっていう、そういう風にね思います。もう一回聞いてみましょう。最後のHer、ここのね R の発音がねすごく素敵ですね。めちゃくちゃ綺麗。いやーいいね、いい曲だね。リクエストありがとうございます。これでねまた少しナンバーアイのことをね知ることができました。次いきますよ。すごくね岸さんの声明るいですよね。岸さんの声はもう鼻中心ですね。で、おそらくなんですけど、今声質明るかったじゃないですか。でも多分岸さんね表情を明るくして歌ってないんじゃないかなと思います。岸さんぐらい声質を自由自在にコントロールができると、無表情な顔でも明るい声質を出したり、明るい表情でも暗い声を出したりとか、そういうことまで可能になってくるんですよね。で、この辺はライブで見ないとわからない部分なんですけど、感情表現として暗かったり無表情なのに明るい声で歌うっていうのは、感情表現としては痩せ我慢っていう風な感情が表現できます。おそらくねそういった意味合いを持ってこの声なんじゃないかなっていう風に思います。もう一回聞いてみましょう。歌詞の内容を聞くとね多分そういうことなんじゃないかなっていう風に思いますね。いやー表現豊かですね。次いきますよ。でここね徐々に盛り上げていく感じね。クレッシェンドって言って、音楽用語ではクレッシェンドっていう言葉があるんですけど、楽譜の表記記号ですね。ここから徐々に盛り上げますよっていう風なね何括弧っていうんですか、このひらがなの空みたいなやつ、なんかねこんな感じのね記号なんですけど、それが出てくるとここから徐々に盛り上げますよっていう、
それがねクレッシェンドです。今のところでクレッシェンドしてましたね。もう一回聞いてみましょう。そうですね、徐々に盛り上げていって最後のロングトーンにつなげてあげるっていう感じですね。前半よりも後半の方が声質がこうしっかりしてますよね。ここで胸腔共鳴、肺の中の声の響きを歌声に足しています。肺の中の響きがですね声に足されると声質がしっかりする、たくましくなる、声が太くなる、こういったね声質の変化が出てきます。じゃあサビですかね、いってみましょうか。しみるね。すごくいいメロディー。すごく声質的にね響きのバランスがいいですよね。胸腔、口腔、鼻腔、まんべんなく使っているようなニュアンスかな。すごく聞きやすい歌声になってますよね。もう一回聞いてみましょう。後半になるにつれてウィスパーの息の音はこう出てくるって感じかな。もうちょっとこんな感じかな。さっきバランスがいいって言ったけど鼻にやや多めって感じかな。3対3対4ぐらいかもしれない。でもね全体的にこうまんべんなく使ってる感じですね。次いきますよ。こうゆったりしたメロディーなんですけど、やっぱりリズムのアクセントがしっかりついているからこうドンドッカンみたいなねこのノリにこう歌声がしっかり乗ってますよね。もう一回聞いてみましょう。もうちょっと冷静にはなれそうにないかも。こんな感じかな。雰囲気似てた？どうだろうちょっとね寄せる感じで歌ってみたんですけど、でも平野さんの歌声の方がもうちょっとねこうウィスパー感が出てるかなというふうに思いました。あまりにもねいいフレーズで思わず歌いたくなってしまいました。次いきますよ。あ、いいね。このね掛け合いがかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。しっかりとねしたこう芯のある歌声の岸さんに対してこうふわっと優しさを伝える神宮寺さんの歌声っていう感じのねこうメリハリがある感じですごくね聞き応えがあるポイントだったかなというふうに思います。次いきますよ。かっこいい声だね。今の歌声は胸腔共鳴の響きをですね土台にしてちょっとだけ鼻を狙ったような感じの声質かな。すごく声がねたくましい感じ出てましたよね。もう一回聞いてみましょう。いい声だね。ラップの時の声とはねやっぱ全く別人って感じがしますよね。ララララこういう感じかな。声質的にね胸にこう声をね落とすような感じで歌ってると思います。次いきますよ。いやーこうねゆったりとしたねテンポ感がやっぱりねこうすごくこう癒されますよね。いやー素敵な曲だ。次いきますよ。僕まで小声になってしまっている今回はねやっぱ R&B ということで岸さん大人っぽい声質のチョイスなんですかね。胸腔共鳴の響きがねやっぱり多いですよね。先ほどと一緒で。もう一回聞いてみましょう。ララララあこういう感じか。こういう感じだね声質的にね。胸腔と口腔が中心かな。ここは鼻腔は今回はねあんまり入ってないかなっていうふうに思います。次いきますよ。いやいい声だね。やっぱ低音域っていうことで胸腔の響きが中心になってますね。胸腔の響きっていうのは低い音域の方がね使いやすかったりするんですよ。で高い音域になってくると鼻腔の方がね使いやすくなってくるんですけど、もう一回聞いてみましょう。フレーズの最後ねラララララこのねちりめんビブラートがねすごいセクシーですよね。次いきますよ。こうタガタガターダのここねぐわっとこうね盛り上がる感じがすごく素敵ですね。神宮寺さんやっぱりこうね聞いていて落ち着く雰囲気ありますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね
で、歌詞をね、ものすごくこう、はっきりと発音しているので、言葉が聞き取りやすいから感情もね、こう伝わりやすいっていうかね、すごく伝わってきますよね。次いきますよ。今メロラップっていう感じのフレーズだったのかな。言葉のリズムが結構細かかったですもんね。やっぱメロラップか。もう一回聞いてみましょう。やっぱこうね、ゆったりしたリズムの曲の中で、こういうね、スピード感のあるフレーズがポンって入ってくると、曲全体としてはね、こうメリハリっていうのがはっきりしてきますよね。次いきますよ。だいぶ音域が低いですね。で、低い音域っていうのは言葉がこうね、重くなりがちなんですよ。ラーラーラーみたいな。皆さんみたいな感じで、こう言葉がね、重くなりやすいんですけど、歌を歌うときにそういった場合は低い音ほど鼻に入れるんですね。さっき高い声は鼻腔使いやすいっていう風な説明したと思うんですけど、低い音域で高い音域の時に出てくる響きを使うことによって言葉がはっきりしてきます。皆さん。これがね、低い音をすると、鼻に入れると、皆さん、こういう感じになります。全然声質変わりますよね。で、平野さんは今のところ低い音域なんですけど、鼻の響きを使うことによって声質をクリアにするっていうテクニックを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。最後の音とか特にね、伸ばして、鼻にこう声を入れてね、声質をクリアにしてますね。次いきますよ。いいね。やっぱこのサビ前のね、こう徐々に盛り上がっていく感じがね、たまらなくかっこいいですよね。で、平野さんもですね、この盛り上げるポイントで胸腔の響きをしっかり出して力強い声を表現しています。もう一回聞いてみましょう。ね、すごくこう強い声ですよね。しっかり腹式呼吸で息を吸って腹筋に力を入れて胸腔の響きを使って声を出している。そんな感じのね、体の使い方と声の出し方だと思うんですけど、この声の出し方はですね、すごく基本に忠実な声の出し方です。なのでね、ベーシックな部分をですね、相当鍛えてるんじゃないかなというふうに僕は推測します。じゃあ次いきますよ。甘い声ですね。この部分はおそらく明るい表情で鼻に声を入れてるんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっとで全て溶けてしまうだろう。こんな感じの明るい響きですかね。今先ほど説明した感じですね、声を出してみたんですけど、やっぱりね、生まれ持った声質が違うのでそっくりにはならないんですけど、雰囲気こんな感じじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ちょっとだけ胸腔使ってるかな。もうちょっとで全て溶けてしまうだろう。こんな感じかな。今の方が近いかもしれない。次いきますよ。いいね。同じフレーズでね、全く違う声質が来るっていうのはね、これね、シーンがガラッと変わった感じがして素敵ですよね。で、前半が神宮寺さんで、2回目が岸さんかな。岸さんの方は今度鼻中心ですね。もうちょっと冷静にはなれそうにないかも。こんな感じかな。でもこれあれかな、前半も後半も2つとも神宮寺さんが歌ってんのかな。ちょっとね、ごめんなさい。アイリーズの皆さん、またヘルプをお願いします。前半が神宮寺さんで、今聞いたところが岸さんなのか、それとも前半も後半も神宮寺さんなのか、ぜひコメントで教えてください。すいません。今の声ね、すごくこう鼻の使い方が個人的には特殊だなと思って、鼻を結構使ってるんですよ。もうちょっとっていう感じで使ってるんですけど、鼻声のニュアンスがそこまで出ていないっていうね。鼻の空間をちょっとこう広めに使うみたいな感覚なんですけど、これをこういう風なイメージで出してしまうと、鼻声の響きが出てきてしまうんですよね。もうちょっと冷静には、みたいな。でも、こう横に広げるみたいなイメージで鼻を使うと、もうちょっと冷静には、感じで鼻声のニュアンスが消えるんですね。なのでね、今のフレーズはさっき言ったこう横にね、こう鼻の響きを使ったようなイメージで歌ってると思います。じゃあ次いきますよ。
今のね、この掛け合いのところね、いいですよね。今回は平野さんが先に歌ってるシーンかな。もう一回聞いてみましょう。いいね。R&B も素敵ってすごいですね。すごくね、こうゴリゴリ系もかっこよくて、R&B はすごく素敵で、もう何でもいけちゃうグループですね。次いきますよ。ここもね、ウィスパーボイスっていうよりも平野さんの元々の声質なのかな。こうね、息が混ざってるハスキーな雰囲気。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。やっぱりこういう個性がある声質っていいですよね。一回聞いたら忘れないですもんね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。こっからドラマが始まるのかな。なんか意味深ですね。このミュージックビデオの最初のオープニングのところと何かつながってんのかな。次いきますよ。どういうことだ。どういうことだこれは。どういうことだ。顔が隠されてるところも気になりますよね。どんな意味があるんだろう。続きいきますよ。答えは出るのか。あ、取る。何。どうしたどうしたどうした。今ちょっと仮面を取ってこうね、女性がこう動いた瞬間、僕ビクってなったんですけど、軽く。動画ではね、わかりにくいと思うんですけど、ちょっとね、怖かったですね。続きいきますよ。何。どうしたどうしたどうしたんだ。どうしたどんな意味があるんだ、ここには。さあ、考察が始まるぞ。これはちょっとね、動画内でやることじゃないですね。続き見ていきますね。何これ。これは、イメージの中の話ってこと？現実ではなくてってことかな。どうなんだろう。続きいきます。あ、無音。曲が始まりましたね。これは意味深だね。稲妻のミュージックビデオのリアクション動画の時だったかな。コメントでね、ナンバーアイのミュージックビデオの魅力の一つとして考察ができるっていうところですっていう風なね、コメントいただいたんですけど、今ね、それがすごくよくわかりましたね。これどういう意味があるんだろうってね、ついつい考えちゃいますね。続きいきますよ。優しい岸さんの声。これ鼻ですね。鼻に声を入れてウィスパーボイスを歌声にプラスしてあげるっていう声質ですね。続きいきますよ。あ、もうエンディングって感じかな。あ、いいね。この表現方法 R&B でよくあるっていうか、すごくね、王道な表現なんですけど、でもこれがね、一番かっこいいっていう表現。メインメロディーが下でいる中で、上でこうフェイクで盛り上げるっていうポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ここね、岸さんのこの Once Again ってところ。まあ、ここだけではないんですけど、こういう風にメインメロディーとフェイクがここでうまく絡むっていうね、表現の仕方がね、めちゃくちゃね、かっこいいんですよね。続きいきますよ。このままこうね、メインメロディーとフェイクの絡みで続いていくのかな。僕ね、このね、表現すごい好きなんです。バンドの後はですね、僕はね、R&B にドハマりしちゃって、もうほんとこういう曲大好きなんですよ。次いきますよ。はい。あ、フェードアウト。あ、終わっちゃうんだ。一回止めます。ここで終わりか。曲はここで終わりなんだよね。まあ動画がね、40秒ぐらいあります。また考察が始まるのかな。見ていきますよ。どうなる？何もないぞ。何もないぞ。どんどんね、カメラがこう、ナンバーアイの3人をこう撮って、こう、どんどん引いていく映像が、
今のでだいたい6秒ぐらいありましたね。続きいきますよ。まだね、30秒ぐらいある動画。暗くなって、どうなる？あ、Blow Your Cover。女性が踊ってますね。あ、もうエンディングって感じなのかな。エンディングでこうやってね、メンバーが踊ってる姿じゃなくて、女性が踊ってる姿で、これエンドロール迎えるって、なんかすごい新鮮ですね。で、まあ出てくるのかな ?3 人。あ、ちゃんとね、名前もね、こうやってね、載ってね。うん。このまま終わりそうですね。とりあえず最後まで見てみますね。いきますよ。うん。そのまま終わりました。そっか。すごく新鮮ですね。いやー、すごくいい曲でしたね。ナンバーアイ、Blow Your Cover。オフィシャルミュージックビデオ歌声解説していきましたけれども、アイリーズの皆さんいかがでしたでしょうか？今回みたいな内容。本当にね、ボーカルスクールではここまでの内容を生徒さんに指導するっていうことはまずありません。で、グループレッスンと個別レッスンってね、2つのレッスンスタイルがあるんですけど、グループレッスンはですね、みんなでこの発声方法をやってみましょうみたいなトレーニングだったりするし、個別レッスンは、まあ確かにそのね、生徒さん一人に対してこうね細かく短所を直していくっていう感じなんですけど、声を先生が分析をして細かく生徒さんに教えるっていう指導法はまずしないんですよね。なので今回皆さんにこういうふうにお伝えした内容っていうのはボーカルスクールで教えてもらうことができないような内容なのです。だからね、ゴートの時に皆さんにお伝えした有料級の内容っていうのはこういうことで、ここまで発声法について分析するっていうボイストレーナーの方は僕はね知らないです。もしかしたらいるかもしれないですけど、なのでね、今回はね皆さんだけにねこっそり教えましたよでもね、単純に僕が声をこう分析するのがすごく好きで、その人の声の出し方をこう真似るっていうのが好きなんですよね。これがね、モノマネとかではなくて、本当体の使い方と声のイメージを同じに持っていくっていうね、そういう練習方法が大好きで、そこからね、今回のこういう歌声分析動画につながってるわけですけれども、リアクション動画はリアクション動画でね、僕もね、めちゃくちゃ楽しいし、歌声分析動画は歌声分析動画でね、違った意味でね、僕もね、楽しいんですけど、皆さん的にはやっぱりリアクション動画の方が楽しめるかな？どうだろう？でもね、アップな曲はリアクション動画にして、歌物の曲に関しては歌声分析動画とかね、こういう風にね、分けるのも楽しいかなっていう風に思います。皆さんのね、意見聞かせてください。今後のね、動画作りの参考にしたいと思いますので。いやー、それにしてもね、Blow Your Cover めちゃくちゃいい曲。そしてやっぱりアップの曲とは3人が3人ともね違う声で世界観を表現していて、また違った色のナンバーアイが見れたかなというふうに思います。こうやってねいろんな曲に挑戦していっていろんな表現に挑戦していくナンバーアイ、素晴らしいボーイズグループなんじゃないかなというふうに思います。僕もね少しでもナンバーアイの魅力を多くの方に伝えられるように動画でねこうやってどんどん紹介していこうと思いますので、アイリーズの皆さん今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。